はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、新しく発売されました Beats Fit Pro。こちらをですね、レビューしていきたいと思います。この Beats Fit Pro は、海外だともう3ヶ月ぐらい前ですかね。もう発売されていて、2021年の時に発売されていたんですけども、日本では1月28日に発売となりました。こちら、家の中でも外出先でも使い込みましたので、レビューしていきたいと思います。昨年発売された Beats Studio Buds ですね。こちらに関しては Android でも iPhone でも両方どちらでも使えるということを売りにして発売されたんですけども、Beats のイヤホンなのに Apple 製品とのシームレスな連携ができないとかっていうのがあって、ちょっと中途半端な位置づけだったんですけども、今回はそちらをですね、改良してきて、さらにフィット感を高めたハイエンドモデルとして発売されました。今回こちらのですね、Beats Fit Pro をいい点から悪い点までしっかりとレビューしていきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで、Beats Fit Pro のスペックや価格についてご紹介していきたいと思います。この Beats Fit Pro はノイキャンや外音取り込みにも対応していまして、ワイヤレス充電には未対応のモデルとなっています。片耳で使用することも可能で、片耳で使用した時はモノラル再生になりますので、片耳だけつけて散歩に行きたいとかそういうニーズも満たせるイヤホンになっています。で、マルチポイントは未対応となっているんですけども、冒頭でご紹介した通り、Apple の H1 チップというものが搭載されているので、Apple 製品はマルチポイントのように簡単にですね、デバイスの切り替えができるというのはとても良いポイントです。Bluetooth のバージョンは未公開で、対応コーデックは SBC と AAC となっています。ドライバーサイズなども未公開ですね。で、充電時間は約3時間で、5分間充電した場合、最長1時間使用可能となっています。で、バッテリー持続時間は、ノイキャンオン時にイヤホン本体で最大6時間、イヤホンケース併用で最大24時間となっています。カラー展開なんですけども、ビーツブラック、ビーツホワイト、セージグレイ、ストーンパープルという4色展開になっています。今回ご紹介するのはセージグレイという色ですね。イヤホンの防水規格は IPX4。充電ポートは USB-C となっていて、AirPods Pro なんかだとまだライトニング端子だったりするんですけども、こちら USB-C となっているのはいいポイントですね。保証期間は1年間となっているんですけども、3740円の Apple Care Plus に入ると2年間に延長可能となっています。その他としましては、iPhone や iPad などでは、設定画面から操作のカスタマイズなんかが可能で、Android は Beats アプリというものがありまして、アプリから操作のカスタマイズが可能です。それから先ほどもご紹介しました、Apple の H1 チップというものが搭載されているので、Apple デバイスですね、Mac とか iPhone、iPad のシームレスな切り替えをすることができます。それから空間オーディオにも対応していまして、Apple Music なんかでも空間オーディオ対応の曲が出てきているんですけども、それにしっかりと対応していますし、映画なんかを見ていても空間オーディオに対応しているということで、映画館で映画を見ている時のような臨場感あふれるですね、音を楽しめるというものになっています。それから脱着センサーもついてますので、音楽の自動再生や一時停止なんかをすることも可能です。価格に関しては、現在 Amazon で 22,545 円ということになっていて、結構ですね、価格は高いイヤホンになってますね。はい、それでは外観を見ていくんですけども、外観はこんな感じで、角は丸まってますけども、真四角の筐体になっています。AirPods Pro と比べると、こんな感じのサイズ感で、一回り二回り大きいサイズですね。昨年発売された Beats Studio Buds と比較するとこんな感じですね。縦に関しては Studio Buds のが低いんですけども、横は Beats Studio Buds のが長いということで、面積的には同じぐらいですかね。厚みはこの中だと Fit Pro が一番分厚くて、スタジオバスと比べるとこんな感じで、ちょっと大きい感じになってますね。ポケットに入らないほどではないと思いますけども、若干大きめのサイズ感になっています。質感は、ちょっとマットめではあるものの、結構プラスチック感があって、あんまり高級感って感じはないですね。こちら前面にインジケーターがついていまして、そして裏面にはこちら USB-C のポートがついてます。ワイヤレス充電には対応してないので、ここから充電するということになりますね。で、マグネットの強さも見ていきますけども、こう振っても開くような感じはしないですね。そしてイヤホン本体のマグネットもかなり強いので、力強く振っても全然外れる感じはしないです。ですのでイヤホンが、カバンの中とかに入れておいて、衝撃が与えても外れちゃうって心配はなさそうですね。ケースの中を見ると、ここにですね、リセットボタンがついていて、別の機器にペアリングするときなんかはここを押すという感じになっています。イヤホン本体はこんな感じになっていて、こんな感じでウィングチップが搭載されていて、この部分を身に引っ掛けてしっかりとフィットさせるというものになっています。
で、このウィングチップがですね、結構長い長さがあるんですけども、こちらのですね、予備とか短いものとかは入っていないので、付け替えるってことはできないですね。こちらはですね、タッチセンサーじゃなくて物理ボタンになっているので、しっかりとカチカチと押し込めるという部分がとてもいいポイントです。前作のビーツスタジオバスと比べるとこんな感じになっていて、ウィングチップの部分があるなしみたいな感じのデザインになってますね。で、このボタンの部分も結構大きくて押しやすいなっていう感じはしています。前作のビーチスタジオバッツはこの B の部分が押せなくて、この上の部分しか押せなかったんですけども、今回はここですね、この B の部分も含めてしっかりと押し込めるので、結構操作感が良かったりします。ちなみに AirPods Pro と比べてみるとこんなサイズ感になっています。頭の部分だけ見ると Beats Fit Pro の方がちょっと大きいかなっていう感じには見えますかね。この耳に入る部分だけ見ると Beats Fit Pro の方がちょっと丸々していて大きい感じには見えるかなと思います。そうしましたら重量も測っていくんですけども、まずはイヤホンケースにイヤホン入れた状態の重量となります。66.6g となっています。こちらは若干重ためですかね。一般的なものだともうちょっと軽いので、ケースも大きいですし、若干重ためなイヤホンとなっています。イヤホン本体の重量は 11.4g となっていますので、片耳 5.7g ぐらいということで、こちらはそんなに重たくないですかね。一般的な重さのイヤホンになってますね。そうしましたらサイズも測定していきます。イヤホンケースの縦が 62.1mm となっています。向こうも同じ 62.1mm ですね。厚みは 28.7mm ほどとなっていて、3センチ未満ですので、ポケットの中にも入れられるかなとは思います。でイヤホン本体のサイズも測っていきますが、まずこの縦の部分は 15.8mm 程度となっています。そして横ですね。イヤーチップの先までを測ってみますが、24mm 程度となっています。厚みは 19.1mm ということで結構分厚いんですよね。後で装着したところをお見せしますけども、結構耳からはみ出るような感じになります。ウィングチップも測っていきます。なるべくまっすぐ伸ばしてこの根元から測ってみますと 16mm ぐらいの長さがありますね。これが結構長いというのが特徴なイヤホンになっています。はい、続きまして付属品を見ていくんですけども、付属品はこんな感じになっていて、かなりシンプルなものになっています。まずこちらですね、USB-C to C のケーブルが入っています。そしてイヤーチップですね。元々の M サイズはイヤホン本体についていて、あと L と S サイズが入っているというものになっています。そして冊子類ですね。安全上の注意や利用のサポートの書類が多国籍言語で入っているのと、ビーツのステッカーですね。が入っています。Apple Music の3ヶ月無料のシートですね。これ新規登録の方だけというものになっています。簡単なですね、操作説明の資料が入ってますね。こんな感じのシンプルな付属品になっています。はい、続きまして装着感なんですけども、装着感はウィングチップによって耳に引っかかりますので、耳から外れてしまうというのは心配はなくて、安定感はあるかなと思います。ただ先ほどお見せしたように、このウィングチップが 16mm ぐらいありますので結構長くて、ビーツの公式ページなんかを見ると、耳が小さい方なんかはこうやってですね、しっかりとこのウィングチップが曲がるので、小さい方でも安心ですよみたいな書き方が書かれているんですけども、私ですね、成人男性にしては右耳が小さい方ではあるので、私でもちょっとですね、長いなと思いましたね。こんなに長さはいらないなと思いましたけども、小さいサイズに付け替えれると良かったかなと思いますが、ちょっと気になるなっていう感じはありました。でイヤホンつけたところを写真で撮るとこんな感じに見えます。ウィングチップがこのですね、耳の上の方に引っかかっていて、外れる感じは全然ないです。耳の中にはまってる部分に関しては AirPods Pro より若干大きいかなっていうお話をしたんですけども、そんなに大きいってこともなくて、全然耳の中が痛いっていう感じはなかったですね。イヤホンつけたところを前から写真撮るとこんな感じに見えます。この厚みがですね 19mm ぐらいありましたので、結構はみ出るような感じに見えますね。鏡なんか自分で見ても意外と耳からはみ出てるなって感じがして、ちょっと違和感があったかなという感じはします。もうちょっと耳のですね中に収まってくれればよかったんですけども、あんまりそんな感じではないですね。あと装着感で気になった部分は、私の場合このやっぱりイヤーウィングがシリコンのような素材でですね作られているんですけども、右だけじゃなくて左耳も含めて若干痒くて、もう痒すぎて耳から外したくなるっていうほどではなかったんですけども、ちょっと耳が痒くなるなっていう感じがしたので、シリコンとかで痒くなりがちな方っていうのはちょっと向いてないかなと思うので、その辺は気をつけた方がいいかなとは思います。はい、続きましてカスタマイズ性について見ていきたいと思うんですけども、カスタマイズは先ほどご紹介した通り iPhone や iPad だったら設定画面から、そして Android だったら Beats アプリからカスタマイズをすることができまして、カスタマイズできる項目としては変わらないですね。今回はこちらですね、Android のアプリの方からカスタマイズできる項目を見ていきたいと思います。
まずイヤホンのバッテリー残量がわかるのと、最初接続した瞬間だとイヤホンケースのバッテリー残量もわかりますね。オフとノイキャンと外音取り込みの切り替えを行うことができます。そしてBeats Fit Pro の名前の変更が一応できますね。そしてクイックツアーですね。簡単な使い方、装着の方法とか再生方法、この辺が見ることができます。そして自動装着検知ですね。こちらをオンにしておくと、イヤホンを耳に装着した時に自動で音楽の再生が始まったり、耳から外した時に一時停止なんかをすることができます。そして長押しした時の動作ですね。こちらで若干の変更をすることができまして、デフォルトだとノイキャンや外音取り込みなんかを切り替える時の方法を設定することができまして、この時にノイキャンと外音取り込みだけを切り替えるかオフも入れるかっていうのを設定することができます。長押しで音声アシスタントを起動するという機能もありますね。それから上に音量コントロールというのがあって、こちらをオンにすると音量の上げ下げをイヤホンですることができるんですけども、音量の上げ下げよりもノイキャンとか外音取り込みの切り替えのが私自身はよく使うので、この状態になるんですが、そうすると音量のコントロールはイヤホン本体でできないということになりますね。そしてイヤーチップの装着状態ですね。他のイヤホンなんかでもちょこちょこある機能で、音を出してですね、イヤーチップのサイズが合っているかというのをチェックしてくれる機能になります。マイクを左にするか右にするか、自動で切り替えるかっていうのを設定することができます。この辺触ることはないのかなとは思いますけども、片方のイヤホンだけつけた時にノイキャンにするかどうかですね。通常だと片耳のイヤホンを外している時っていうのはノイキャンがオフになるので変な感じはしないんですけども、片耳だけつけた時にノイキャン状態を保つかどうかっていうのはですね、これはあんまり片耳開けているのにもう片耳だけノイキャンするっていうのはあんまり使う機会はないかなと思うんですけども、こういう設定をすることができます。これぐらいでカスタマイズ性能っていうのはあんまりないですね。イコライザーの設定なんかもできませんし、イヤホンのですね、操作ボタンのカスタマイズもほとんどできないということで、カスタマイズ性はほとんどないようなイヤホンになってます。この辺は Beats Studio Buds なんかも同じだったと思うんですけども、ガジェット的にいろいろいじりたいっていう方にはちょっと向かないかなとは思います。はい、続きまして肝心の音質なんですけども、音質はビーツということがあって若干低音に迫力があるかなという感じはしています。ただそんなにですね、めちゃくちゃ音質がいいかって言われるとあんまりそんな感じはしなかったですね。ちょうどこいつをですね、試していてですね、他のイヤホンですね、アビオットのイヤホンとかのレビュー用にちょっと試していて、こいつ両方外に持ち出してですね、聞いたりしてたんですけども、でも全然アビオットとかそっちの音の方がいいですし、あんまり音質にですね、めちゃくちゃこだわってるわけではないのかなっていう感じがしました。どちらかといえば低音域と高音域が若干持ち上がり気味で、ボーカルなんかのですね、中音域がちょっとですね、奥ばってるような感じがしていて、どちらかといえばボーカルよりっていうか、クラブミュージックのようなそういうテンションを上げたいような曲、Beats Fit Pro という名前の通りですね、エクササイズとか運動なんかのシーンで使うことを想定されていると思うので、そういうテンションを上げたいような曲を聴く分にはいいかもしれないですけども、ボーカル重視の曲を聴きたいとか、そういう方にとっては若干向いてないのかなっていう感じがしました。アコースティックの曲をですね、聴いてた時は楽器の音とボーカルの音がすごく分離している感じはとてもあるんですけども、それが逆になんか不自然だなっていう感じがしてまして、繊細なですね、楽器の音とかボーカルの音を楽しみたいという感じの曲はあんまり向かないのかなっていう感じがしました。やっぱり運動時向け、特にジムなんかでのテンションを上げて集中してですね、ワークアウトしたいとか、そういう方にとってはとてもいいかなとは思いました。この Beats Fit Pro は空間オーディオにも対応していますので、そういう部分とかですね、映画なんかの空間オーディオですね、ドルビーアトモスが入っている空間オーディオにも対応しているということで、そういう部分でですね、大迫力で映像とかですね、映画なんかを見たいという方にとってはとてもいいかなとは思うんですけども、とにかく楽曲をですね、いい音で聴きたいとか、繊細な音を聴きたいという方にはちょっと向かないなという感想でした。続きまして操作感についてなんですけども、操作感はこちらですね、先ほどもご紹介した通り、こちら物理ボタンになってまして、カチカチと押し込める仕様になっています。これはとても良くて、押し込む力もですね、簡単に押し込めますし、操作ミスみたいなのはあまりなかったですね。ただ先ほどもご紹介した通り、全ての必要な操作ですね、全部できないので、その部分はちょっと若干マイナスかなっていう感じはしていますけども、操作感自体はとても良くて、物理ボタンも大きくて、しっかりとですね、操作をすることができますので、こちらは良かったかなと思っています。ジムなんかで運動している時も
軽い力で簡単に切り替えられますので、その部分ではとても良かったかなという感じですね。続きまして、ノイキャンや外音取り込みについてなんですけども、ノイキャンは割と強めではあるんですけども、完全に外の音が消えて静寂が訪れるって感じはノイキャンではなかったかなと思いました。もうちょっと具体的に言いますと、地下鉄なんかは乗っていて、ノイキャン音でですね、聞いていると、アナウンスなんかは、全く全部がですね、音が聞こえるって感じでもないんですけども、アナウンスの音が何言ってるかっていうのが分かる時とか分からない時とかあったりして、電車のスピードが出ていて走行音が大きい時っていうのはアナウンスの音が分かりづらいですし、電車のスピードが落ちてきて走行音が小さくなってきた時はアナウンスの声なんかを聞いてきても、次どこどこの駅ですっていうのがしっかりとですね分かるぐらいのノイキャンになっていて、めちゃくちゃ強いっていう感じではないです。そしてですね、電車の走行音に関しては、本当にうるさい時は、カーブの時なんかはですね、結構うるさいかなと思いますし、今だと地下鉄でもですね、感染症対策で窓が開いてたりしてですね、結構うるさいと思うんですけども、本当にうるさい時っていうのは、外の騒音も結構入ってくるなという感じになります。走行音がそこまでうるさくない時っていうのは、走行音は聞こえるけど音楽の邪魔にはならないかなっていう程度のノイキャンになっていて、めちゃくちゃ強いとは思わなかったですね。それから耳につけてノイキャンをオンにした時は、急にトンネルの中に入ったような耳がキュッてなるようなですね、感じが結構するので、不快な方もいるんじゃないかなと思いました。最近の完全ワイヤレスイヤホンってあんまりですね、その耳がですね、キュッてなるような、トンネルの中に急に入ったような、そういう感じっていうのはあんまりしないものが多い気がするんですけども、こいつは結構それを感じてまして、これが若干違和感あったかなっていう感じはしましたね。で、外音取り込みに関してなんですけども、外音取り込みはしっかりと外の音が聞けますし、コンビニやスーパーなんかでの会話も可能かなと思います。そういう部分で外音取り込みは十分合格ラインの性能をしているかなとは思います。最後に通話品質についてなんですけども、通話品質はいつも通り Zoom で録音した音声がありますので、こちらをお聞きください。はい、こんにちは。こちらは Beats Fit Pro とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話音質は悪くはないですけども、めちゃくちゃいいっていう感じではなかったですね。十分静かなところで通話する分には十分な品質をしているかなと思うんですけども、めちゃくちゃクリアで自然なですね、音声っていう感じではなかったので、普通にイヤホンでですね、音楽を聴いていて、電話かかってきたら出るっていう分には十分いいと思うんですけども、わざわざテレワークとか、オンライン授業の重要なですね、シーンでの通話のためにこいつを買うっていうことでもないかなという感じがしました。はい、ということでここまで Beats Fit Pro のレビューをしてきたんですけども、ここからは気になった部分についてご紹介していきたいと思います。レビューの中でも結構増えた部分もあるんですけども、まとめてですね、ご紹介していきたいと思います。まず一つ目の気になった部分は、このイヤーウィングが結構大きいっていうのと、耳が痒くなったっていうのがあります。最初ご紹介した通り、耳が小さい方の場合は、このイヤーウィングがこうやって曲がるので、全然大丈夫ですよみたいな感じで、公式ウェブサイトには書いているんですけども、やっぱりですね、結構、これ反発力もありますし、耳が小さい方でこうですね、曲がってこう耳にはまっていたとしても、この押し戻される力っていうのは結構感じますし、材質的にも私の場合は耳が痒くなったっていうのがあって、肌がちょっと弱いとかで痒くなりやすい体質の方っていうのはあんまり向かないかなと思いました。そういうのがですね、気にならないというか、痒くならないとか、そういう方にとってはしっかりとフィットされて固定されるっていう部分はとてもいいかなと思うんですけども、これは向かないなっていう方もいると思いますね。気になった部分の2つ目なんですけども、このイヤホンケースがですね、ちょっと若干チープな感じがするなって思いまして、今回買ったセージグレーっていうこの色がそうなのかわからないんですけども、かなりプラスチック感がありまして、このビーツスタジオバッツのがしっかりとですね、した質感とか結構高級感もあっていい感じだなって思ったんですけども、このビーツフィットプロはなんか安っぽいなっていう感じがしますし、この開けたところからですね、こう傾けるとプラプラしちゃってですね、結構なんか安っぽいなって感じがするんですよね。これがなんかいまいちだなって思いました。やっぱりイヤホンケースもですね、かっこいい方がテンション上がりますし、毎日つけていきたい時に、なんかあんまりかっこよくないなって思うのはテンション下がると思うので、この辺ですね、2万円以上する、定価だと2万5千円ぐらいするイヤホンなんで、この辺こだわってくれたらよかったかなと思うんですけども、ちょっとあんまかっこよくないですね。それから気になった点の3つ目としましては、イヤホン本体で必要な全ての操作を行うことができないということになります。音楽の再生一時停止や曲送り曲戻しは固定でできるんですけども、デフォルトだとノイキャンや外音取り込みの切り替えが長押しでできまして、音量の上げ下げに変更することができるんですけども、そうするとですね、ノイキャンや外音取り込みの切り替えができなくなってしまうので、どちらかしかできないということで、そちらはですね、全ての操作ができないというのがちょっと気になったかなと
思いました。操作感自体は結構物理ボタンで軽く押せてですね、いいんですけども、全ての操作ができないっていうのはちょっと気になりますね。最後の気になった点なんですけども、こちらレビューの中で言い忘れてしまったんですが、風切り音が結構気になるっていうのがあります。このイヤホン Beats Fit Pro という名前の通り、フィット感を重視してですね、運動なんかにも結構最適なというか、そういう感じのコンセプトで作られているはずなんですけども、外でですね、走ってなくても歩いてる時ですね、普通に風が吹いてきても結構風切り音がしまして、そんなに強くない風でも気になったぐらい風切り音がひどかったので、結構ランニングなんかしてるともう全然風切り音ばっか聞こえちゃうなっていう感じがしますし、ちょっと残念だったかなと思います。こいつをつけて運動するにしても、どちらかといえばジムなんかに行ってトレーニングするときなんかっていうのはほとんど風ってあんまないと思うのでいいと思うんですけども、ランニングをするためにこいつを買うっていうのはちょっとやめた方がいいかなと思いました。めちゃくちゃ風切り音がすごかったんですよね。耳からはみ出てる部分が結構多いせいっていうのがあるのはちょっとわからないですが、他のイヤホンに比べてもかなり風切り音が気になったので、その辺はですね、購入する方は注意した方がいいかなと思います。はい、ということで今回ですね、Beats Fit Pro のレビューを行ってきました。それではですね、この Beats Fit Pro が買いなのか買いじゃないかっていう話をですね、していきたいと思うんですけども、まず iPhone や iPad でこいつを使いたいという方にとってはどうかっていう話だと、これはまだありかなとは思います。というのも、ノイキャンや外音取り込みがついていて、空間オーディオにも対応しているイヤホンっていうと、AirPods Pro になると思うんですけども、AirPods Pro よりは価格が安いですし、Apple の H1 チップもついていて、Mac や iPhone や iPad とのシームレスな切り替えもできるということで、AirPods Pro にちょっと手が届かないっていう方はこちらもいいかなとは思いました。ただ先ほどですね、気になった部分であったような部分がですね、結構ありますので、その辺が許容できるのであれば、AirPods Pro の代わりにこっちを買うっていうのもありかなというのは思いましたね。で、音質もですね、若干低音とかが強調されているので、そういうのが好きな方も AirPods Pro よりはこちらの方がいいかなとは思いますけども、ワイヤレス充電なんかができないので、その辺が許容できるかなっていう部分ですね。この辺で良し悪しがありますので、どちらを選ぶかっていうのは決めていただければいいかなと思います。で、Android ユーザーの方ですね、こちら先ほどアプリなんかでもお見せしました通り Android にも対応しているというので、充電ポートも USB-C になっていて Android でも使えるよっていうのも売りにしているんですけども、これに関しては個人的には他のイヤホンの方がいいかなと思います。わざわざ2万円以上出してこの Beats Fit Pro を買うんだったら、他のメーカーでですね、1万円台前半でもこれより絶対いいのあるんじゃないかなと思いますので、そういう部分で、あんまりですね、Beats Fit Pro をわざわざ買う理由っていうのはそんなにないかなと思いますね。空間オーディオとかに将来性を見出せるような人とかですね、そういう方にとってはとてもいいかなと思うんですけども、やっぱりそのサブスクなんかでも空間オーディオに対応している楽曲っていうのはまだまだやっぱり少なくて、洋楽の空間オーディオ対応の楽曲って結構あるような気がするので、洋楽は好きな方っていうのはいいのかもしれないですけども、邦楽しか聴かないっていう方はあんまり向いてないかなとは思います。結構ですね、今回のレビューでもそれぞれの項目でなんかいまいちだなっていう雰囲気が出てたかなと思うんですけども、やっぱり私的にはそこまでですね素晴らしいイヤホンかなとは思わなくて、2万円以上する価格にしてはコスパ悪いんじゃないかなと思っています。はい、ということで今回ですね、結構辛口なレビューになってしまったと思うんですけども、今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をメインにアップしていますので、気になる方はこれからもチェックしていただけるととても嬉しいです。それから私はブログもやっていまして、ブログの方でも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。